グスコーブドリの伝記。宮沢賢治。1、森。グスコーブドリはイーハー東部の大きな森の中に生まれました。お父さんはグスコーナドリという名高い木こりで、どんな大きな木でもまるで赤ん坊を寝かしつけるようにわけなく切ってしまう人でした。ブドリにはネリという妹があって、二人は毎日森で遊びました。ゴシッゴシッとお父さんの木を引く音がやっと聞こえるくらいな遠くへも行きました。二人はそこで木イチゴの実を取って湧き水につけたり、空を向いて代わる代わる山本の鳴く真似をしたりしました。するとあちらでもこちらでもポーポーと鳥が眠そうに鳴き出すのでした。お母さんがうちの前の小さな畑に麦をまいている時は、二人は道にむしろを敷いて座ってブリキ缶で蘭の花を煮たりしました。すると今度はもういろいろの鳥が二人のパサパサした頭の上をまるで挨拶するように鳴きながらザー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 通り過ぎるのでした。ブドリが学校へ行くようになりますと、森は昼の間大変寂しくなりました。その代わり昼過ぎにはブドリはネリと一緒に森中の木の幹に赤い粘土や消し墨で木の名を書いて歩いたり高く歌ったりしました。ホップのつるが両方から伸びて門のようになっている白樺の木には格好鳥通るべからずと書いたりもしました。そしてブドリは10になり、ネリは7つになりました。ところがどういうわけですか、その年はお日様が春から変に白くて、いつもなら雪が溶けると間もなく真っ白な花をつける拳の木もまるで咲かず、5月になってもたびたび緑がぐしゃぐしゃ降り、7月の末になっても一向に暑さが来ないために、去年まいた麦の粒も入らない白い穂しかできず、大抵の果物も花が咲いただけで落ちてしまったのでした。そしてとうとう秋になりましたが、やっぱり栗の木は青い殻のイガばかりでしたし、みんなで普段食べる一番大切なオリザという穀物も一粒もできませんでした。野原ではもうひどい騒ぎになってしまいました。ブドリのお父さんもお母さんもたびたび焚き火を野原の方へ持って行ったり、冬になってからは何べんも大きな木を町へそりで運んだりしたのでしたが、いつもがっかりしたようにしてわずかの麦の粉などを持って帰ってくるのでした。それでもどうにかその冬は過ぎて、次の春になり、畑には大切にしまっておいた種もまかれましたが、その年もまたすっかり前の年の通りでした。そして秋になると、とうとう本当の飢饉になってしまいました。もうその頃は学校へ来る子供もまるでありませんでした。ブドリのお父さんもお母さんもすっかり仕事を辞めていました。そしてたびたび心配そうに相談しては、代わる代わる町へ出て行って、やっと少しばかりのきびの粒などを持って帰ることもあれば、何にも持たずに顔色を悪くして帰ってくることもありました。そしてみんなはコナラの実やクズやわらびの根や木の柔らかな皮やいろんなものを食べてその冬を過ごしました。けれども春が来た頃は、お父さんもお母さんも何かひどい病気のようでした。ある日お父さんはじっと頭を抱えていつまでもいつまでも考えていましたが、にわかに起き上がって、俺は森へ行って遊んでくるぞと言いながらよろよろ家を出て行きましたが、真っ暗になっても帰ってきませんでした。二人がお母さんに、お父さんはどうしたろうと聞いても、お母さんは黙って二人の顔を見ているばかりでした。
次の日の晩方になって森がもう黒く見える頃、お母さんはにわかに立って炉に穂田をたくさんくべて家中すっかり明るくしました。それから、私はお父さんを探しに行くからお前たちはうちにいて、あの戸棚にある粉を二人で少しずつ食べなさいと言って、やっぱりよろよろ家を出て行きました。二人が泣いて後から追って行きますと、お母さんは振り向いて、なんたら言うことを聞かない子供らだと叱るように言いました。そしてまるで足早につまずきながら森へ入ってしまいました。二人は何遍も行ったり来たりしてそこらを泣いて回りました。とうとうこらえきれなくなって真っ暗な森の中へ入って、いつかのホップの門のあたりや湧き水のあるあたりをあちこちうろうろ歩きながらお母さんを一晩呼びました。森の木の間からは星がちらちら何か言うように光り、鳥はたびたび驚いたように闇の中を飛びましたけれども、どこからも人の声はしませんでした。とうとう二人はぼんやり家へ帰って中へ入りますと、まるで死んだように眠ってしまいました。ブドリが目を覚ましたのはその日の昼過ぎでした。お母さんの言った粉のことを思い出して戸棚を開けてみますと、中には袋に入れたそば粉や粉らの実がまだたくさん入っていました。ブドリは練りをより起こして二人でその粉を舐め、お父さんたちがいた時のように炉に火を焚きました。それから20日ばかりぼんやり過ぎましたら、ある日戸口で、こんにちは、誰かいるかねというものがありました。お父さんが帰ってきたのかと思ってブドリが跳ね出してみますと、それはカゴを背負った目の鋭い男でした。その男はカゴの中から丸い餅を取り出してポンと投げながら言いました。私はこの地方の飢饉を助けに来たものだ。さあ何でも食べなさい。二人はしばらく呆れていましたら、さあ食べるんだ食べるんだとまた言いました。二人がこわごわ食べ始めますと、男はじっと見ていましたが、お前たちはいい子供だ。けれどもいい子供だというだけでは何にもならん。わしと一緒についておいで。もっとも男の子は強いし、わしも二人は連れていけない。おい女の子、お前はここにいてももう食べるものがないんだ。おじさんと一緒に町へ行こう。毎日パンを食べさせてやるよ。そしてぷいっと練りを抱き上げて背中のカゴへ入れて、そのままおーほいほいおーほいほいと怒鳴りながら風のように家を出て行きました。ネリは表で初めてわーっと泣き出し、ブドリは泥棒泥棒と泣きながら叫んで追いかけましたが、男はもう森の横を通ってずーっと向こうの草原を走っていて、そこからレリの泣き声がかすかに震えて聞こえるだけでした。ブドリは泣いて怒鳴って森の外れまで追いかけて行きましたが、とうとう疲れてばったり倒れてしまいました。2、テグス交番。ブドリがふっと目を開いたとき、いきなり頭の上で嫌に平べったい声がしました。やっと目が覚めたな。まだお前は飢饉のつもりかい？起きて俺に手伝わないか？見るとそれは茶色なキノコシャップをかぶって街灯にすぐシャツを着た男で、何か針金でこさえたものをブラブラ持っているのでした。もう飢饉は過ぎたの？手伝いって何を手伝うの？ブドリが聞きました。網かけさ。ここへ網をかけるの？かけるのさ。網をかけて何にするの？テグスを飼うのさ。見るとすぐブドリの前の栗の木に2人の男がはしごをかけて登っていて、
一生懸命何か網を投げたりそれを食ったりしているようでしたが、網も糸も一向見えませんでした。あれでテグスが帰るの？帰るのさ。うるさい子供だな。おい、縁起でもないぞ。テグスも買えないところにどうして工場なんか建てるんだ。帰るともさ、現に俺はじめたくさんのものがそれで暮らしを立てているんだ。ブドリはかすれた声でやっとそうですかと言いました。それにこの森はすっかり俺が買ってあるんだから、ここで手伝うならいいが、そうでもなければどこかへ行ってもらいたいな。もっともお前はどこへ行ったって食うものもなかろうぜ。ブドリは泣き出しそうになりましたが、やっとこらえて言いました。そんなら手伝うよ。けれどもどうして網をかけるの？そらもちろん教えてやる。こいつをね。男は手に持った針金のカゴのようなものを両手で引き伸ばしました。いいか、こういう具合にやるとはしごになるんだ。男は大股に右手の栗の木に歩いていって下の枝に引っ掛けました。さあ、今度はお前がこの網を持って上へ登っていくんだ。さあ、登ってごらん。男は変な鞠のようなものをブドリに渡しました。ブドリは仕方なくそれを持ってはしごに取り付いて登って行きましたが、はしごの段々がまるで細くて手や足に食い込んでちぎれてしまいそうでした。もっと登るんだ。もっとさ。そしたらさっきの鞠を投げとごらん。栗の木を越すようにさ、そいつを空へ投げるんだよ。なんだい、震えてんのかい？いくちなしだな。投げるんだよ。ほら、投げるんだよ。ブドリは仕方なく力いっぱいにそれを青空に投げたと思いましたら、にわかにお日様が真っ黒に見えて逆さまに下へ落ちました。そしていつかその男に受け止められていたのでした。男はブドリを地面に下ろしながらブリブリ怒り出しました。お前も育児のないやつだ。なんというふにゃふにゃだ。俺が受け止めてやらなかったらお前は今頃は頭がはじけていたろう。俺はお前の命の恩人だぞ。これからは失礼なことを言ってはな。ところでさあ、今度はあっちの木へ登れ。もう少し経ったらご飯も食べさせてやるよ。男はまたブドリへ新しい鞠を渡しました。ブドリははしごを持って次の木へ行って鞠を投げました。よーし、なかなか上手になった。さあ、鞠はたくさんあるぞ。怠けるな。木も栗の木ならどれでもいいんだ。男はポケットから鞠を遠ばかり出してブドリに渡すと、スタスタ向こうへ行ってしまいました。ブドリはまた3つばかりそれを投げましたが、どうしても息がハーハーして体がだるくてたまらなくなりました。もう家へ帰ろうと思ってそっちへ行ってみますと、驚いたことには、うちにはいつか赤い土管の煙突がついて、戸口にはイーハー東部テグス工場という看板がかかっているのでした。そして中からタバコをふかしながらさっきの男が出てきました。さあ子供、食べ物を持ってきてやったぞ。これを食べて暗くならないうちにもう少し稼ぐんだ。僕はもう嫌だよ。家へ帰るよ。家っていうのはあそこか？あそこはお前の家じゃない。俺のテグス工場だよ。あの家もこの辺の森もみんな俺が買ってあるんだからな。ブドリはもうやけになって黙ってその男のよこした蒸しパンをむしゃむしゃ食べて、また鞠を遠ばかり投げました。その晩、ブドリは昔の自分の家、今はテグス工場になっている建物の隅に小さくなって眠りました。さっきの男は3、4人の知らない人たちと遅くまで炉端で火を焚いて何か飲んだり喋ったりしていました。次の朝早くから
ブドリは森に出て昨日のように働きました。それから一月ばかり経って森中の栗の木に網がかかってしまいますと、テグス界の男は今度は泡のようなものがいっぱいついた板切れをどの木にも5、6枚ずつ吊るさせました。そのうちに木は芽を出して森は真っ青になりました。すると木に吊るした板切れからたくさんの小さな青白い虫が糸を伝って列になって枝へ這い上がっていきました。ブドリたちは今度は毎日焚き木取りをさせられました。その焚き木がうちの周りに小山のように積み重なり、栗の木が青白い紐の形の花を枝一面につける頃になりますと、あの板から這い上がっていった虫もちょうど栗の花のような色と形になりました。そして森中の栗の葉はまるで形もなくその虫に食い荒らされてしまいました。それから間もなく虫は大きな黄色な繭を網の目ごとにかけ始めました。するとテグス界の男は狂気のようになってブドリたちを叱り飛ばしてその繭をカゴに集めさせました。それを今度は片っ端から鍋に入れてぐらぐら煮て手で車を回しながら糸を取りました。夜も昼もガラ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 3つの糸車を回して糸を取りました。こうしてこしらえた黄色な糸が小屋に半分ばかり溜まった頃、外に置いた繭からは大きな白い蛾がポロ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 飛び出し始めました。テグス界の男はまるで鬼みたいな顔つきになって自分も一生懸命糸を取りましたし、野原の方からも4人人を連れてきて働かせました。けれども蛾の方は日増しに多く出るようになって、しまいには森中まるで雪でも飛んでいるようになりました。するとある日、6、7台の荷馬車が来て、今までにできた糸をみんなつけて町の方へ帰り始めました。みんなも一人ずつ荷馬車について行きました。一番しまいの荷馬車が立つとき、テグス界の男がブドリに「おい、お前の来春まで食うくらいのものはうちの中に置いてやるからな。これまでここで森と工場の番をしているんだぞ」と言って変にニヤニヤしながら荷馬車についてさっさと行ってしまいました。ブドリはぼんやり後へ残りました。うちの中はまるで汚くて嵐の後のようでしたし、森は荒れ果てて山火事にでもあったようでした。ブドリが次の日うちの中や周りを片付け始めましたら、テグス界の男がいつも座っていたところから古いボール紙の箱を見つけました。中には10冊ばかりの本がぎっしり入っておりました。開いてみるとテグスの絵や機械の図がたくさんあるまるで読めない本もありましたし、いろいろな木や草の図と名前の書いてあるものもありました。ブドリは一生懸命その本の真似をして字を書いたり図を写したりしてその冬を暮らしました。春になりますとまたあの男が6、7人の新しい手下を連れて大変立派ななりをしてやってきました。そして次の日からすっかり去年のような仕事が始まりました。そして網はみんなかかり、黄色な板も吊るされ、虫は枝に這い登り、ブドリたちはまた焚き木作りにかかる頃になりました。ある朝、ブドリたちが焚き木を作っていましたら、にわかにグラグラッと地震が始まりました。それからずーっと遠くでドーンという音がしました。しばらく経つと日が変に暗くなり、細かな灰がバサ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 降ってきて、森は一面に真っ白になりました。ブドリたちが呆れて木の下にしゃがんでいましたら、テグス界の男が大変慌ててやってきました。おいみんな、もうダメだぞ、噴火だ、噴火が始まったんだ。テグスはみんな灰をかぶって死んでしまった。
みんな早く引き上げてくれ。おいブドリ、お前ここにいたかったらいてもいいが、今度は食べ物を置いてやらないぞ。それにここにいても危ないから、お前も野原へ出て何か稼ぐ方がいいぜ。そう言ったかと思うと、もうどんどん走っていってしまいました。ブドリが工場へ行ってみたときは、もう誰もおりませんでした。そこでブドリはしょんぼりとみんなの足跡のついた白い灰を踏んで野原の方へ出て行きました。3. 沼畑。ブドリはいっぱいに灰をかぶった森の間を町の方へ半日歩き続けました。灰は風の吹くたびに木からバサバサ落ちて、まるで煙か吹雪のようでした。けれどもそれは野原へ近づくほどだんだん浅く少なくなって、ついには木も緑に見え、道の足跡も見えないくらいになりました。とうとう森を出切った時、ブドリは思わず目を見張りました。野原は目の前から遠くの真っ白な雲まで美しい桃色と緑と灰色のカードでできているようでした。そばへ寄ってみると、その桃色なのには一面に背の低い花が咲いていて、ミツバチが忙しく花から花を渡って歩いていましたし、緑色なのには小さな穂を出して草がぎっしり生え、灰色なのは浅い泥の沼でした。そしてどれも低い幅の狭い土手で区切られ、人は馬を使ってそれを掘り起こしたりかき回したりして働いていました。ブドリがその間をしばらく歩いて行きますと、道の真ん中に2人の人が大声で何か喧嘩でもするように言い合っていました。右側の方のひげの赤い人が言いました。なんでもかんでも俺は山足バルと決めた。するともう一人の白い傘をかぶった背の高いおじいさんが言いました。やめろって言ったらやめるもんだ。そんなに肥やしと入れて藁は取れるったって実は一粒も取れるもんでない。いや、俺の見込みでは今年は今までの3年分暑いに相違ない。1年で3年分取ってみせる。やめろやめろやめろったら。いや、やめない。花はみんなうずめてしまったから、今度は豆玉を60枚入れて、それから鳥の返し100段入れるんだ。忙しいったら何の忙しくなれば捧げの鶴でもいいから手伝いに頼みたいもんだ。ブドリは思わず近寄ってお辞儀をしました。そんなら僕を使ってくれませんか。すると二人はぎょっとしたように顔を上げて顎に手を当ててしばらくブドリを見ていましたが、赤ひげがにわかに笑い出しました。よしよし、お前に馬のさせ取りを頼むからな。すぐ俺についていくんだ。それではまず乗るか反るか秋まで見ててくれ。さあ行こう。本当に捧げの鶴でもいいから頼みたい時でな。赤ひげはブドリとおじいさんに代わる代わる言いながらさっさと先に立って歩きました。後ではおじいさんが「年寄りの言うことを聞かないで今に泣くんだな」とつぶやきながらしばらくこっちを見送っている様子でした。それからブドリは毎日毎日沼畑へ入って馬を使って泥をかき回しました。一日ごとに桃色のカードも緑のカードもだんだん潰されて泥沼に変わるのでした。馬はたびたびピシャーッと泥水を跳ね上げてみんなの顔へ打ちつけました。一つの沼畑が済めば
すぐ次の沼畑へ入るのでした。一日がとても長くて、しまいには歩いているのかどうかわからなくなったり、泥が雨のような、水がスープのような気がしたりするのでした。風が何遍も吹いてきて、近くの泥水に魚の鱗のような波を立て、遠くの水をブリキ色にして行きました。空では毎日甘く酸っぱいような雲がゆっくりゆっくり流れていて、それが実に羨ましそうに見えました。こうして20日ばかり経ちますと、やっと沼畑はすっかりドロドロになりました。次の朝から主人はまるで気が立って、あちこちから集まってきた人たちと一緒にその沼畑に緑色の槍のようなオリザの苗を一面植えました。それが10日ばかりで済むと、今度はブドリたちを連れて今まで手伝ってもらった人たちの家へ毎日働きに出かけました。これもやっと一回り済むと、今度はまた自分の沼畑へ戻ってきて、毎日毎日草取りを始めました。ブドリの主人の苗は大きくなってまるで黒いくらいなのに、隣の沼畑はぼんやりした薄い緑色でしたから、遠くから見ても2人の沼畑ははっきり境まで見まかりました。7日ばかりで草取りが済むと、また他へ手伝いに行きました。ところがある朝、主人はブドリを連れて自分の沼畑を通りながら、にわかに「ああ!」と叫んで棒立ちになってしまいました。見ると唇の色まで水色になって、ぼんやりまっすぐ見つめているのです。病気が出たんだ。主人がやっと言いました。頭でも痛いんですか？ブドリは聞きました。俺でないよ。オリザよ。それ。主人は前のオリザの株を指さしました。ブドリはしゃがんで調べてみますと、なるほど、どの葉にも今まで見たこともない赤い点々がついていました。主人は黙ってしおしおと沼畑を一回りしましたが、家へ帰り始めました。ブドリも心配してついて行きますと、主人は黙って切れを水で絞って頭にのせると、そのまま板の間に寝てしまいました。すると間もなく主人のおかみさんが表から駆け込んできました。オリザへ、病気が出たというのは本当かい？ああ、もうダメだよ。どうにかならないのかい？ダメだろう。すっかり5年前の通りだ。だから私はあんたに山師をやめろと言ったんじゃないか。おじいさんもあんなに止めたんじゃないか。おかみさんはおろおろ泣き始めました。すると主人がにわかに元気になってむっくり起き上がりました。よし、イーハー東部の野原で指折り数えられる大百姓の俺がこんなことで参るか。よし、来年こそやるぞ。ブドリ、お前俺の家へ来てからまだ一晩も寝たいくらい寝たことがないな。さあ、5日でも10日でもいいからぐーっというくらい寝てしまえ。俺はその後であそこの沼畑で面白い手妻をやってみせるからな。その代わり今年の冬はうち中そばばかり食うんだぞ。お前そばは好きだろうが。それから主人はさっさと帽子をかぶって外へ出て行ってしまいました。ブドリは主人に言われた通り納屋へ入って眠ろうと思いましたが、なんだかやっぱり沼畑が苦になって仕方ないので、またのろのろそっちへ行ってみました。するといつ来ていたのか、主人がたった一人腕組みをして土手に立っておりました。見ると沼畑には水がいっぱいで、
オリザの株は葉をやっと出しているだけ。上にはギラギラ石油が浮かんでいるのでした。主人が言いました。今、俺この病気を虫殺してみるとこだ。石油で病気の種が死ぬんですかとブドリが聞きますと、主人は、頭から石油につけられたら人だって死ぬのだと言いながら、ほーっと息を吸って首を縮めました。その時、水下の沼畑の持ち主が肩を怒らして息を切ってかけてきて、大きな声で怒鳴りました。なんだって油など水へ入れるんだ。みんな流れてきて俺の方へ入ってるぞ。主人はやけくそに落ち着いて答えました。なんだって油など水へ入れるったって、俺ざえ病気ついたから油など水へ入れるのだ。なんだってそんなら俺の方へ流すんだ。なんだってそんならお前の方へ流すったって、水は流れるから油はついて流れるのだ。ほんならなんだって俺の方へ水来ないように水口止めないんだ。なんだってお前の方へ水行かないように水口止めないかったって、あそこは俺の水口でないから水止めないのだ。隣の男はカンカン怒ってしまって、もう物も言えず、いきなりガブガブ水へ入って自分の水口に泥を積み上げ始めました。主人はにやりと笑いました。あの男、難しい男でな。こっちで水を止めると、止めたと言って怒るから、わざと向こうに止めさせたのだ。あそこさえ止めれば、今夜中に水はすっかり草の頭までかかるからな。さあ帰ろう。主人は先に立ってスタスタ家へ歩き始めました。次の朝、ブドリはまた主人と沼畑へ行ってみました。主人は水の中から葉を一枚取ってしきりに調べていましたが、やっぱり浮かない顔でした。その次の日もそうでした。その次の日もそうでした。その次の日もそうでした。その次の朝、とうとう主人は決心したように言いました。さあ、ブドリ、いよいよここへそば巻きだぞ。お前、あそこ行って隣の水口壊してこい。ブドリは言われた通り壊してきました。石油の入った水は恐ろしい勢いで隣の田へ流れて行きます。きっとまた起こってくるなと思っていますと、昼ごろ例の隣の持ち主が大きな鎌を持ってやってきました。いやー、なんだって人の田へ石油流すんだ。主人がまた腹の底から声を出して答えました。石油流れればなんだって悪いんだ。オリザ、みんな死ぬでないか。オリザ、みんな死ぬか。オリザ、みんな死なないか。まず俺の沼畑のオリザ見なよ。今日で4日頭から石油かぶせたんだ。それでもちゃんとこの通りでないか。赤くなったのは病気のためで、勢いのいいのは石油のためなんだ。お前のところなど石油がただオリザの足を通るだけでないか。帰っていいかもしれないんだ。石油肥やしになるのか。向こうの男は少し顔色を和らげました。石油肥やしになるか石油肥やしにならないか知らないが、とにかく石油は油でないか。それは石油は油だな。男はすっかり機嫌を直して笑いました。
水はどんどん引き、オリザの株はみるみる根元まで出てきました。すっかり赤いまだらができて焼けたようになっています。さあ、俺のところではもうオリザ狩りをやるぞ。主人は笑いながら言って、それからブドリと一緒に片っ端からオリザの株を刈り、後へすぐそばを巻いて土をかけて歩きました。そしてその年は本当に主人の言った通り、ブドリのうちではそばばかり食べました。次の春になりますと主人が言いました。ブドリ、今年は沼畑は去年よりは3分の1減ったからな。仕事はよほど楽だ。この代わりお前は俺の死んだ息子の読んだ本をこれから一生懸命勉強して、今まで俺を山師だと言って笑ったやつらをあっと言わするような立派なオリザを作る工夫をしてくれ。そしていろいろな本を一山ブドリに渡しました。ブドリは仕事の暇に片っ端からそれを読みました。ことにその中の空坊という人のものの考え方を教えた本は面白かったので何遍も読みました。またその人がイーハー東部の市で1ヶ月の学校をやっているのを知って大変行って習いたいと思ったりしました。そして早くもその夏、ブドリは大きな手柄を立てました。それは去年と同じ頃、またオリザに病気ができかかったのをブドリが木の灰と塩を使って食い止めたのでした。そして8月の半ばになるとオリザの株はみんな揃って穂を出し、その穂の一枝ごとに小さな白い花が咲き、花はだんだん水色のもみに変わって風にゆらゆら波を立てるようになりました。主人はもう得意の絶頂でした。来る人ごとに、なんの俺もオリザの山師で4年しくじったけれども、今年は一度に4年前取れる。これもまたなかなかいいもんだ。などと言って自慢するのでした。ところがその次の年はそうはいきませんでした。植え付けの頃からさっぱり雨が降らなかったために水路は乾いてしまい、沼にはひびが入って秋の取り入れはやっと冬中食べるくらいでした。来年こそと思っていましたが、次の年もまた同じような日照りでした。それからも来年こそと思いながら、ブドリの主人はだんだん肥やしを入れることができなくなり、馬も売り、沼畑もだんだん売ってしまったのでした。ある秋の日、主人はブドリに辛そうに言いました。ブドリ、俺も元はイーハ東部の大百姓だったし、ずいぶん稼いでも来たのだが、たびたびの寒さと干ばつのために、今では沼畑も昔の3分の1になってしまったし、来年はもう入れる肥やしもないのだ。俺だけでない。来年肥やしを買って入れれる人ったら、もうイーハ東部にも何人もないだろう。こういう塩梅ではいつになってお前に働いてもらった礼をするというあてもない。お前も若い働き盛りを俺のとこで暮らしてしまってはあんまり気の毒だから、すまないがどうかこれを持ってどこへでも行っていい運を見つけてくれ。そして主人は一袋のお金と新しい紺で染めた麻の服と赤革の靴とブドリにくれました。ブドリは今までの仕事のひどかったことも忘れてしまって、もう何にもいらないから
ここで働いていたいとも思いましたが、考えてみると、いてもやっぱり仕事もそんなにないので、主人に何遍も何遍も礼を言って、6年の間働いた沼畑と主人に別れて、停車場を指して歩き出しました。詩、空母大博士。ブドリは2時間ばかり歩いて停車場へ来ました。それから切符を買ってイーハートーブ行きの汽車に乗りました。汽車はいくつもの沼畑をどんどん後ろへ送りながら、もう一山に走りました。その向こうにはたくさんの黒い森が次から次と形を変えて、やっぱり後ろの方へ残されてゆくのでした。ブドリはいろいろな思いで胸がいっぱいでした。早くイーハートーブの死について、あの親切な本を書いた空母という人に会い、できるなら働きながら勉強して、みんながあんなに辛い思いをしないで沼畑を作れるよう、また火山の灰だの日照りだの寒さだのを除く工夫をしたいと思うと、汽車さえまどろっこくてたまらないくらいでした。汽車はその日の昼過ぎ、イーハートーブの市に着きました。停車場を一足出ますと、地面の底から何かのんのん湧くような響きや、どんよりとした暗い空気、行ったり来たりするたくさんの自動車の間に、ブドリはしばらくぼーっとして突っ立ってしまいました。やっと気を取り直して、そこらの人に空母博士の学校へ行く道を尋ねました。すると誰へ聞いても、みんなブドリのあまり真面目な顔を見て吹き出しそうにしながら、そんな学校は知らんねとか、もう5、6丁行って聞いてみなとか言うのでした。そしてブドリがやっと学校を探し当てたのはもう夕方近くでした。その大きな壊れかかった白い建物の2階で、誰か大きな声で喋っていました。こんにちは。ブドリは高く叫びました。誰も出てきませんでした。こんにちは。ブドリはあらん限り高く叫びました。するとすぐ頭の上の2階の窓から大きな灰色の頭が出て、メガネが2つギラリと光りました。それから、今授業中だよ。やかましいやつだ。用があるなら入ってこい。と怒鳴りつけて、すぐ顔を引っ込めますと、中では大勢でどっと笑い、その人は構わずまた何か大声で喋っています。ブドリはそこで思い切って、なるべく足音を立てないように2階に上がって行きますと、階段の突き当たりの戸が開いていて、実に大きな教室がブドリの真正面に現れました。中には様々な服装をした学生がぎっしりです。向こうは大きな黒い壁になっていて、そこにたくさんの白い線が引いてあり、さっきの背の高い眼鏡をかけた人が大きな櫓の形の模型をあちこち指さしながら、さっきのままの高い声でみんなに説明しておりました。ブドリはそれを一目見ると、これは先生の本に書いてあった歴史の歴史ということの模型だなと思いました。先生は笑いながら一つの取っ手を回しました。模型はガチッとなって奇体な船のような形になりました。またガチッと取っ手を回すと、模型は今度は大きなムカデのような形に変わりました。みんなはしきりに首を傾けて、どうもわからんというふうにしていましたが、ブドリにはただ面白かったのです。そこでこういう図ができる。先生は黒い壁へ別の込み入った図をどんどん描きました。左手にもチョークを持ってさっさと描きました。学生たちもみんな一生懸命その真似をしました。ブドリも懐から今まで沼畑で持っていた汚い手帳を出して図を書き取りました。先生はもう書いてしまって段の上にまっすぐに立って
じろじろ学生たちの席を見回しています。ブドリも書いてしまって、その図を縦横から見ていますと、ブドリの隣で一人の学生が「うー」とあくびをしました。ブドリはそっと聞きました。ねえ、この先生は何て言うんですか？すると学生はバカにしたように鼻で笑いながら答えました。空母大博士さ。お前知らなかったのかい？それからじろじろブドリの様子を見ながら、初めからこの図なんか書けるもんか。僕でさえ同じ講義をもう6年も聞いているんだ。と言って自分のノートを懐へしまってしまいました。その時教室にパッと電灯がつきました。もう夕方だったのです。大博士が向こうで言いました。今や夕べは遥かに来たり、石膏もまた前科を終えた。諸君のうちの希望者は、けだしいつもの例により、そのノートをば拙者に示し、さらに数個の諮問を受けて所属を決すべきである。学生たちはわーっと叫んで、みんなバタバタノートを閉じました。それからそのまま帰ってしまうものが大部分でしたが、5、60人は一列になって大博士の前を通りながらノートを開いてみせるのでした。すると大博士はそれをちょっと見て、一言か二言質問をして、それから白木で襟へゴーとか再来とか奮励とか書くのでした。学生はその間いかにも心配そうに首を縮めているのでしたが、それからそっと肩をすぼめて廊下まで出て、友達にその印を読んでもらって喜んだりしょげたりするのでした。ぐんぐん試験が済んで、いよいよブドリ一人になりました。ブドリがその小さな汚い手帳を出した時、空母大博士は大きなあくびをやりながらかがんで目をぐっと手帳につけるようにしましたので、手帳は危なく大博士に吸い込まれそうになりました。ところが大博士はうまそうにコクッと一つ息をして、よろしい、この図は非常に正しくできている。その他のところはなんだ？はあはあ、沼畑の肥やしのことに馬の食べ物のことかね。では問題を答えなさい。工場の煙突から出る煙にはどういう色の種類があるか。ブドリは思わず大声に答えました。黒、褐、黄、灰、白、無色、それからこれらの混合です。大博士は笑いました。無色の煙は大変いい。形についていたまえ。無風で煙が相当あれば縦の棒にもなりますが、先はだんだん広がります。雲の非常に低い日は棒は雲まで登っていって、そこから横に広がります。風のある日は棒は斜めになりますが、その傾きは風の程度に従います。波やいくつもきれになるのは風のためにもよりますが、一つは煙や煙突の持つ癖のためです。あまり煙の少ない時はコルク抜きの形にもなり、煙も重いガスが混じれば煙突の口から房になって一方ないし四方に落ちることもあります。大博士はまた笑いました。よろしい。君はどういう仕事をしているのか？仕事を見つけに来たんです。面白い仕事がある。名刺をあげるからそこへすぐ行きなさい。博士は名刺を取り出して何かスルスル書き込んでブドリにくれました。ブドリはお辞儀をして戸口を出て行こうとしますと、大博士はちょっと目で答えて、なんだ、ゴミを焼いているのかなと低くつぶやきながら、テーブルの上にあったカバンにチョークのかけらやハンケチや本や
みんな一緒に投げ込んで小脇に抱え、さっき顔を出した窓からぷいっと外へ飛び出しました。びっくりしてブドリが窓へ駆け寄ってみますと、いつか大博士はおもちゃのような小さな飛行船に乗って自分でハンドルを取りながら、もう薄青いもやの込めた街の上をまっすぐに向こうへ飛んでいるのでした。ブドリがいよいよ呆れて見ていますと、間もなく大博士は向こうの大きな灰色の建物の平屋根について船を何か鍵のようなものにつなぐと、そのままポロッと建物の中へ入って見えなくなってしまいました。5. イーハートープ火山局。ブドリが空母大博士からもらった名刺の宛名を訪ねてやっと着いたところは、大きな茶色の建物で、後ろには房のような形をした高い柱が夜の空にくっきり白く立っておりました。ブドリは玄関に上がって呼び鈴を押しますと、すぐ人が出てきてブドリの出した名刺を受け取り、一目見るとすぐブドリを突き当たりの大きな部屋へ案内しました。そこには今までに見たこともないような大きなテーブルがあって、その真ん中に一人の少し髪の白くなった人の良さそうな立派な人がきちんと座って耳に受話器を当てながら何か書いていました。そしてブドリの入ってきたのを見ると、すぐ横の椅子を指さしながらまた続けて何か書きつけています。その部屋の右手の壁いっぱいにイーハー東部全体の地図が美しく彩った大きな模型に作ってあって、鉄道も町も川も野原もみんな一目でわかるようになっており、その真ん中を走る背骨のような山脈と、海岸に沿ってへりを取ったようになっている山脈、またそれから枝を出して海の中に点々の島を作っている一列の山々には、みんな赤や橙や木の明かりがついていて、それが変わる変わる色が変わったり、じーっとセミのようになったり、数字が現れたり消えたりしているのです。下の壁に沿った棚には黒いタイプライターのようなものが3列に100でも効かないくらい並んで、みんな静かに動いたり鳴ったりしているのでした。ブドリが我を忘れて見とれておりますと、その人が受話器をコトッと置いて懐から名刺入れを出して1枚の名刺をブドリに出しながら、あなたがグスコブドリ君ですか？私はこういうものですと言いました。見るとイーハー東部火山局技師ペンネンナームと書いてありました。その人はブドリの挨拶にも慣れないでもじもじしているのを見ると、重ねて親切に言いました。さっき空母博士から電話があったのでお待ちしていました。まあこれからここで仕事をしながらしっかり勉強してごらんなさい。ここの仕事は去年始まったばかりですが、実に責任のあるもので、それに半分はいつ噴火するかわからない火山の上で仕事をするものなのです。それに火山の癖というものはなかなか学問でわかることではないのです。我々はこれからよほどしっかりやらなければならんのです。では今晩はあっちにあなたの泊まるところがありますから、そこでゆっくりお休みなさい。明日この建物中をすっかり案内しますから。次の朝、ブドリはペンネン老技師に連れられて建物の中をいちいち連れて歩いてもらい、さまざまな機械や仕掛けを詳しく教わりました。その建物の中のすべての機械はみんなイーハー東部中の300いくつかの活火山や旧火山に続いていて、それらの火山の煙や灰を吹いたり溶岩を流したりしている様子はもちろん、見かけはじっとしている古い火山でもその中の溶岩やガスの模様から
山の形の変わりようまでみんな数字になったり図になったりして現れてくるのでした。そして激しい変化のあるたびに模型はみんな別々の音で鳴るのでした。ブドリはその日から天然老技師について全ての機械の扱い方や観測の仕方を習い、夜も昼も一心に働いたり勉強したりしました。そして2年ばかり経ちますと、ブドリは他の人たちと一緒にあちこちの火山へ機械を据え付けに出されたり、据え付けてある機械の悪くなったのを修繕にやられたりもするようになりましたので、もうブドリにはイーハトーブの300いくつの火山とその働き具合は手のひらの中にあるように分かってきました。実にイーハトーブには70いくつの火山が毎日煙を上げたり溶岩を流したりしているのでしたし、50いくつかの旧火山はいろいろなガスを吹いたり熱い湯を出したりしていました。そして残りの160、70の死火山のうちにもいつまた何を始めるかわからないものもあるのでした。ある日ブドリが老技師と並んで仕事をしておりますと、にわかにサンムトルという南の方の海岸にある火山がむくむく機械に感じ出してきました。老技師が叫びました。ブドリ君、サンムトリは今朝まで何もなかったね。はい、今までサンムトリの働いたのを見たことがありません。ああ、これはもう噴火が近い。今朝の地震が刺激したのだ。この山の北10キロのところにはサンムトリの死がある。今度爆発すれば多分山は3分の1北側を果て飛ばして、牛やテーブルくらいの岩は熱い灰やガスと一緒にどしどしサンムトリ市に落ちてくる。どうでも今のうちにこの海に向いた方へボーリングを入れて傷口をこさえてガスを抜くか溶岩を出させるしかしなければならない。今すぐ2人で見に行こう。2人はすぐに支度してサンムトリ行きの汽車に乗りました。6. サンムトリ火山。2人は次の朝サンムトリの市に着き、昼頃サンムトリ火山の頂近く観測機械を置いてある小屋に登りました。そこはサンムトリ山の古い噴火口の外輪山が海の方へ向いて欠けたところで、その小屋の窓から眺めますと、海は青や灰色のいくつもの島になって見え、その中を汽船は黒い煙を吐き、銀色の妙を引いていくつも滑っているのでした。老技師は静かに全ての観測器を調べ、それからブドリに言いました。君はこの山はあと何日ぐらいで噴火すると思うか？一月は持たないと思います。一月は持たない。もう10日も持たない。早く工作をしてしまわないと取り返しのつかないことになる。私はこの山の海に向いた方ではあそこが一番弱いと思う。老技師は山腹の谷の上の薄緑の草地を指さしました。そこを雲の影が静かに青く滑っているのでした。あそこには溶岩の層が2つしかない。あとは柔らかな火山灰と火山礫の層だ。それにあそこまでは牧場の道も立派にあるから材料を運ぶことも造作ない。僕は工作隊を申請しよう。老技師はせわしく局へ発進を始めました。その時足の下ではつぶやくようなかすかな音がして、観測小屋はしばらくギシギシきしみました。老技師は機械を離れました。局からすぐ工作隊を出すそうだ。工作隊といっても半分決死隊だ。私は今までにこんな危険に迫った仕事をしたことがない。10日のうちにできるでしょうか？きっとできる。
そのうちには3日、サンムトリ市の発電所から電線を引いてくるには5日かかるな。義士はしばらく指を折って考えていましたが、やがて安心したようにまた静かに言いました。とにかくブドリ君、一つ茶を沸かして飲もうではないか。あんまりいい景色だから。ブドリは持ってきたアルコールランプに火を入れて茶を沸かし始めました。空にはだんだん雲が出て、それに日ももう落ちたのか、海は寂しい灰色に変わり、たくさんの白い波頭は一斉に火山の裾に寄せてきました。ふとブドリはすぐ目の前にいつか見たことのあるおかしな形の小さな飛行船が飛んでいるのを見つけました。老義士も跳ね上がりました。ああ、空母くんがやってきた。ブドリも続いて小屋を飛び出しました。飛行船はもう小屋の左側の大きな岩の壁の上に止まって、中から精度高い空母大博士がひらりと飛び降りていました。博士はしばらくその辺の岩の大きな裂け目を探していましたが、やっとそれを見つけたと見えて、手早くネジを締めて飛行船をつなぎました。お茶を呼ばれに来たよ。揺れるかい？大博士はニヤニヤ笑って言いました。老義士が答えました。まだそんなでないけれども、どうも岩がポロポロ上から落ちているらしいんだ。ちょうどその時、山はにわかに起こったようになりだし、ブドリは目の前が青くなったように思いました。山はぐらぐら続けて揺れました。見ると空母大博士も老義士もしゃがんで岩へしがみついていましたし、飛行船も大きな波に乗った船のようにゆっくり揺れておりました。地震はやっと止み、空母大博士は起き上がってスタスタと小屋へ入って行きました。中ではお茶がひっくり返って、アルコールが青くポカポカ燃えていました。空母大博士は機械をすっかり調べて、それから老義士といろいろ話しました。そしてしまいに言いました。もうどうしても来年は硝石発電所を全部作ってしまわなければならない。それができれば今度のような場合にもその日のうちに仕事ができるし、ブドリ君が言っている沼畑の肥料も降らせられるんだ。干ばつだってちっとも怖くなくなるからな。ペンネン義士も言いました。ブドリは胸がワクワクしました。山まで踊り上がっているように思いました。実際山はその時激しく揺れ出して、ブドリは床へ投げ出されていたのです。大博士が言いました。やるぞやるぞ。今のはサンムトリの教えもかなり感じたに違いない。老義士が言いました。今のは僕らの足元から北へ1キロばかり、地表下700メートルくらいのところで、この小屋の6、70倍くらいの岩の塊が溶岩の中へ落ち込んだらしいのだ。ところがガスがいよいよ最後の岩の皮を跳ね飛ばすまでには、そんな塊を100も200も自分の体の中に取らなければならない。大博士はしばらく考えていましたが、そうだ、僕はこれで死刑しようと言って小屋を出て、いつかひらりと船に乗ってしまいました。老義士とブドリは大博士が明かりを 2,3 度振って挨拶しながら山を回って向こうへ行くのを見送って、また小屋に入り、代わる代わる眠ったり観測したりしました。そして明け方、麓へ工作隊が着きますと、老義士はブドリを一人小屋に残して、昨日指さしたあの草地まで降りて行きました。みんなの声や鉄の材料の触れ合う音は、下から風が吹き上げるときは手に取るように聞こえました。
ペンネン技師からはひっきりなしに向こうの仕事の進み具合を知らせてよこし、ガスの圧力や山の形の変わりようも尋ねてきました。それから3日の間は激しい地震や地鳴りの中で、ブドリの方も麓の方もほとんど眠る暇さえありませんでした。その4日目の午後、老技師からの発信が行ってきました。ブドリ君だな、すっかり支度ができた。急いで降りてきたまえ。観測の機械は一遍調べてそのままにして、表は全部持ってくるのだ。もうその小屋は今日の午後にはなくなるんだから。ブドリはすっかり言われた通りにして山を降りて行きました。そこには今まで局の倉庫にあった大きな鉄材がすっかり櫓に組み立っていて、いろいろな機械はもう電流さえ来ればすぐに働き出すばかりになっていました。ペンネン技師の方はげっそり落ち、工作隊の人たちも青ざめて目ばかり光らせながら、それでもみんな笑ってブドリに挨拶しました。老技師が言いました。では引き上げよう。みんな支度して車に乗りたまえ。みんなは大急ぎで20台の自動車に乗りました。車は列になって山の裾を一山に三無鳥の市に走りました。ちょうど山と首都の真ん中頃で、技師は自動車を止めさせました。ここへテントを張りたまえ。そしてみんなで眠るんだ。みんなは物を一言も言えずにその通りにして倒れるように眠ってしまいました。その午後、老技師は受話器を置いて叫びました。さあ、電線は届いたぞ。ブドリ君、始めるよ。老技師はスイッチを入れました。ブドリたちはテントの外に出て三無鳥の中腹を見つめました。野原には白い百合が一面咲き、その向こうに三無鳥が青くひっそり立っていました。にわかに三無鳥の左の裾がぐらぐらっと揺れ、真っ黒な煙がパーッと立ったと思うと、まっすぐに天に昇っていっておかしなキノコの形になり、その足元から金色の溶岩がキラキラ流れ出して、見る間にずっと扇形に広がりながら海へ入りました。と思うと、地面は激しくぐらぐら揺れ、百合の花も一面揺れ、それからゴーッというような大きな音がみんなを倒すくらい強くやってきました。それから風がドーッと吹いて行きました。やったやったとみんなはそっちに手を伸ばして高く叫びました。この時、三無鳥の煙は崩れるように空いっぱいに広がってきましたが、たちまち空は真っ暗になって熱い小石がパラ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 降ってきました。みんなはテントの中に入って心配そうにしていましたが、ペンネン技師は時計を見ながら、ブドリ君、うまくいった。危険はもう全くない。死の方へ灰を少し降らせるだけだろう。と言いました。小石はだんだん灰に変わりました。それも間もなく薄くなって、みんなはまたテントの外へ飛び出しました。野原はまるで一面ネズミ色になって、灰はちょっとばかり積もり、百合の花はみんな折れて灰にうずまり、空は変に緑色でした。そして三無鳥の裾には小さなコブができて、そこから灰色の煙がまだどんどん上っておりました。その夕方、みんなは灰や小石を踏んでもう一度山へ登って、新しい観測の機械を据え付けて帰りました。7、雲の海。それから4年の間に空母大博士の計画通り、潮汐発電所はイーハー東部の海岸に沿って200も配置されました。イーハー東部を巡る火山には
観測小屋と一緒に白く塗られた鉄の櫓が順々に立ちました。ブドリは義士心得になって一年の大部分は火山から火山と回って歩いたり、危なくなった火山を工作したりしていました。次の年の春、イーハートーブの火山局では次のようなポスターを村や町へ貼りました。窒素肥料を降らせます。今年の夏、雨と一緒に硝酸アンモニアを皆さんの沼畑や素材畑に降らせますから、肥料を使う方はその分を入れて計算してください。分量は100メートル四方につき 120kg です。雨も少しは降らせます。干ばつの際にはとにかく作物の枯れないぐらいの雨は降らせることができますから、今まで水が来なくなって作付けしなかった沼畑も今年は心配せずに植え付けてください。その年の6月、ブドリはイーハートーブの真ん中にあたるイーハートーブ火山の頂上の小屋におりました。下は一面灰色をした雲の海でした。そのあちこちからイーハートーブ中の火山の頂がちょうど島のように黒く出ておりました。その雲のすぐ上を一隻の飛行船が船尾から真っ白な煙を吹いて、一つの峰から一つの峰へちょうど橋を架けるように飛び回っていました。その煙は時間が経つほどだんだん太くはっきりなって静かに下の雲の海に落ちかぶさり、間もなく一面の雲の海には薄白く光る大きな網が山から山へ張り渡されました。いつか飛行船は煙を収めてしばらく挨拶するように輪をかいていましたが、やがて船首を垂れて静かに雲の中へ沈んでいってしまいました。受話器がじーっとなりました。ペンネン技師の声でした。船は今帰ってきた。下の方の支度はすっかりいい。雨はザーザー降っている。もうよかろうと思う。始めてくれたまえ。ブドリはボタンを押しました。みるみるさっきの煙の網は美しい桃色や青や紫にパッパッと目も覚めるように輝きながらついたり消えたりしました。ブドリはまるでうっとりとしてそれに見とれました。そのうちにだんだん日は暮れて、雲の海も明かりが消えた時は灰色かネズミ色かわからないようになりました。受話器が鳴りました。硝酸アンモニアはもう雨の中へ出てきている。量もこれくらいならちょうどいい。移動の具合もいいらしい。あと4時間やればもうこの地方は今月中はたくさんだろう。続けてやってくれたまえ。ブドリはもう嬉しくって跳ね上がりたいくらいでした。この雲の下で昔の赤ひげの主人も隣の石油が肥やしになるかといった人もみんな喜んで雨の音を聞いている。そして明日の朝は道あえるように緑色になったオリザの株を手で撫でたりするだろう。まるで夢のようだと思いながら雲の真っ暗になったりまた美しく輝いたりするのを眺めておりました。ところが短い夏の夜はもう明けるらしかったのです。天候の合間に東の雲の海の果てがぼんやり黄ばんでいるのでした。ところがそれは月が出るのでした。大きな黄色な月が静かに昇ってくるのでした。そして雲が青く光るときは変に白っぽく見え、桃色に光るときは何か笑っているように見えるのでした。ブドリはもう自分が誰なのか何をしているのか忘れてしまって、ただぼんやりそれを見つめていました。受話器がじーっと鳴りました。
こっちではだいぶ雷が鳴り出してきた。網があちこちちぎれたらしい。あんまり鳴らすと明日の新聞が悪口を言うから、もう10分ばかりでやめよう。ブドリは受話器を置いて耳を澄ましました。雲の海はあっちでもこっちでもブツ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 つぶやいているのです。よく気をつけて聞くと、やっぱりそれはキレキレの雷の音でした。ブドリはスイッチを切りました。にわかに月の明かりだけになった雲の海はやっぱり静かに北へ流れています。ブドリは毛布を体に巻いてぐっすり眠りました。8、秋。その年の農作物の収穫は気候のせいもありましたが、10年の間にもなかったほどよくできましたので、火山局にはあっちからもこっちからも感謝状や激励の手紙が届きました。ブドリは初めて本当に生きた甲斐があるように思いました。ところがある日、ブドリがタチナという火山へ行った帰り、取り入れの澄んでガランとした沼畑の中の小さな村を通りかかりました。ちょうど昼頃なのでパンを買おうと思って一軒の雑貨や菓子を売っている店へ寄って、パンはありませんかと聞きました。するとそこには3人の裸足の人たちが目を真っ赤にして酒を飲んでおりましたが、一人が立ち上がって、パンはあるがどうも食われないパンでな、石板だもな、とおかしなことを言いますと、みんなは面白そうにブドリの顔を見てどっと笑いました。ブドリは嫌になってぷいっと表へ出ましたら、向こうから髪を角刈りにした背の高い男が来て、いきなり、おい、お前、今年の夏、電気で小やじ降らしたブドリだな、と言いました。そうだ、ブドリは何気なく答えました。その男は高く叫びました。火山局のブドリ来たぞ、みんな集まり。すると、今のうちの中やそこらの畑から7、8人の百姓たちがゲラゲラ笑ってかけてきました。この野郎、貴様の電気のおかげでおいらの売り座みんな倒れてしまったぞ。何してあんな真似したんだ。一人が言いました。ブドリは静かに言いました。倒れるなんて、君らは春に出したポスターを見なかったのか。何？この野郎。いきなり一人がブドリの帽子を叩き落としました。それからみんなは寄ってたがってブドリを殴ったり踏んだりしました。ブドリはとうとう何が何だかわからなくなって倒れてしまいました。気がついてみると、ブドリはどこか病院らしい部屋の白いベッドに寝ていました。枕元には見舞いの電報やたくさんの手紙がありました。ブドリの体中は痛くて熱く、動くことができませんでした。けれども、それから1週間ばかり経ちますと、もうブドリは元の元気になっていました。そして新聞で、あの時の出来事は肥料の入れようを間違って教えた農業技師がオリザの倒れたのをみんな火山局のせいにしてごまかしていたためだということを読んで、大きな声で一人で笑いました。その次の日の午後、病院の小遣いが入ってきて、ネリというご婦人のお方が訪ねておいでになりましたと言いました。ブドリは夢ではないかと思いましたら、間もなく一人の日に焼けた百姓のおかみさんのような人がおずおずと入ってきました。それはまるで変わってはいましたが、あの森の中から誰かに連れて行かれたネリだったのです。二人はしばらく物も言えませんでしたが、やっとブドリがその後のことを尋ねますと、
ネリもぼつぼつとイーハー東部の百姓の言葉で今までのことを話しました。ネリを連れて行ったあの男は3日ばかりの後、面倒くさくなったのか、ある小さな牧場の近くへネリを残してどこかへ行ってしまったのでした。ネリがそこらを泣いて歩いていますと、その牧場の主人がかわいそうに思って家へ入れて赤ん坊のおもりをさせたりしていましたが、だんだんネリは何でも働けるようになったので、とうとう3、4年前にその小さな牧場の一番上の息子と結婚したというのでした。そして今年は肥料も降ったので、いつもなら馬や鯉を遠くの畑まで運び出さなければならず、大変難儀したのを近くのかぶらの畑へみんな入れたし、遠くのトウモロコシもよくできたので、うち中みんな喜んでいるというようなことも言いました。またあの森の中へ主人の息子と一緒に何べんも行ってみたけれども、うちはすっかり壊れていたし、ブドリはどこへ行ったかわからないので、いつもがっかりして帰っていたら、昨日新聞で主人がブドリの怪我をしたことを読んだので、やっとこっちへ訪ねてきたということも言いました。ブドリは治ったらきっとその家へ訪ねて行ってお礼を言う約束をしてネリを返しました。ク・カルボナード島。それからの5年はブドリには本当に楽しいものでした。赤ひげの主人のうちにも何べんもお礼に行きました。もうよほど年は取っていましたが、やはり非常な元気で、今度は毛の長いウサギを1000匹以上飼ったり、赤い寒暖ばかり畑に作ったり、相変わらずの山師はやっていましたが、暮らしはずっといいようでした。ネリには可愛らしい男の子が生まれました。冬に仕事が暇になると、ネリはその子にすっかり子供の百姓のような形をさせて、主人と一緒にブドリの家に訪ねてきて泊まっていったりするのでした。ある日、ブドリのところへ昔テグス界の男にブドリと一緒に使われていた人が訪ねてきて、ブドリたちのお父さんのお墓が森の一番外れの大きな茅の木の下にあるということを教えて行きました。それははじめテグス界の男が森に来て森中の木を見て歩いた時、ブドリのお父さんたちの冷たくなった体を見つけて、ブドリに知らせないようにそっと土にうずめて、上へ一本のカバの枝を立てておいたというのでした。ブドリはすぐネリたちを連れてそこへ行って、白い石灰岩の墓を建てて、それからもその辺を通るたびにいつも寄ってくるのでした。そしてちょうどブドリが27の年でした。どうもあの恐ろしい寒い気候がまた来るような模様でした。測候所では太陽の調子や北の方の海の氷の様子から、その年の2月にみんなへそれを予報しました。それが一足ずつだんだん本当になって、拳の花が咲かなかったり、5月に10日もみぞれが降ったりしますと、みんなはもうこの前の凶作を思い出して生きた空もありませんでした。空母大博士もたびたび気象や農業の技師たちと相談したり、意見を新聞へ出したりしましたが、やっぱりこの激しい寒さだけはどうともできない様子でした。ところが6月も初めになって、まだ黄色なオリザの苗や芽を出さない木を見ますと、ブドリはもういても立ってもいられませんでした。このままで過ぎるなら、森にも野原にもちょうどあの年のブドリの家族のようになる人がたくさんできるのです。ブドリはまるで物も食べずに幾晩も幾晩も考えました。ある晩、ブドリは空母大博士の家を訪ねました。先生、季
層の中に炭酸ガスが増えてくれば暖かくなるのですか？それはなるだろう。地球ができてから今までの気温は大抵空気中の炭酸ガスの量で決まっていたと言われているくらいだからね。カルボナード火山島が今爆発したらこの気候を変えるくらいの炭酸ガスを吹くでしょうか？それは僕も計算した。あれが今爆発すればガスはすぐ大循環の上層の風に混じって地球全体を包むだろう。そして下層の空気や地表からの熱の放散を防ぎ、地球全体を平均で5度くらい暖かにするだろうと思う。先生、あれを今すぐ吹かせられないでしょうか？それはできるだろう。けれどもその仕事に行った者のうち最後の一人はどうしても逃げられないのでね。先生、私にそれをやらせてください。どうか先生からペンネン先生のお許しを出るようお言葉をください。それはいけない。君はまだ若いし、今の君の仕事に変われるものはそうはない。私のようなものはこれからたくさんできます。私よりももっともっと何でもできる人が、私よりももっと立派にもっと美しく仕事をしたり笑ったりしていくのですから。その相談は僕はいかん。ペンネ技師に話したまえ。ブドリは帰ってきてペンネ技師に相談しました。技師はうなずきました。それはいい。けれども僕がやろう。僕は今年もう63なのだ。ここで死ぬなら全く本望というものだ。先生、けれどもこの仕事はまだあんまり不確かです。いっぺんうまく爆発しても間もなくガスが雨に取られてしまうかもしれませんし、また何もかも思った通りいかないかもしれません。先生が今度おいでになってしまってはあと何とも工夫がつかなくなると存じます。老技師は黙って首を垂れてしまいました。それから3日の後、火山局の船がカルボナード島へ急いで行きました。そこへいくつもの櫓は立ち、電線は連結されました。すっかり支度ができると、ブドリはみんなを船で帰してしまって、自分は一人島に残りました。そしてその次の日、イーハー東部の人たちは青空が緑色に濁り、日や月が赤金色になったのを見ました。けれどもそれから3、4日経ちますと、気候はぐんぐん暖かくなってきて、その秋はほぼ普通の作柄になりました。そしてちょうどこのお話の始まりのようになるはずのたくさんのブドリのお父さんやお母さんは、たくさんのブドリやネリと一緒にその冬を温かい食べ物と明るい焚き火で楽しく暮らすことができたのでした。